はじゃ小島漁師浜湯です。今日はですね長崎県にある天陽丸さんっていうところにですね、イワシ漁に、同行しに、取材しに行きたいと思います。長崎までめっちゃ時間かかりますけど、それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ岡山港に到着しました。今から岡山駅行きます。はい、じゃあ今から新幹線でどこやったっけ、博多向かっていきます。都会です。田舎もん丸だし、めちゃ綺麗。すぐ撮る私はすぐ撮る。はい、じゃあホテルに帰って風呂に入りました。疲れた。もうね、歩いてたら人が多すぎてね、それだけで僕は疲れますね。でこの後明日も仕事なんで軽く飲んで帰ってきたいと思います。で明日はねレンタカー借りて現場までこっからさらに3時間かかります。明日に備えて軽くだけ飲んできましょう。ほんまに美味しい。米が毎回恒例やでな。なんか前もやった今日前やったで愛媛あれどこやっけ、愛媛忘れちゃった。いただきます。もつ鍋や。美味しかった。ご飯とまかないですね。先食のお願いします。よろしくお願いします。はい、とりあえず、ホテルの方に帰ってきました。別のところでもちょっと飲んでました。今日はもうゆっくり休みたいと思います。おやすみ。じゃあお通しのおでんです。はい、すいません。投資
レモン食った。うまい。多いなわさびが。おい、いつったよ。帰ってきました。最近ですね、ちょっと飲みが溜まってて、ちょっと飲んだだけ泥酔するようになりましたね。ちょっとだけだから弁当買いました。こういうのでいいんだよ、弁当買いました。こういうのでいいんで4個ずつ冷たいあゆ買いました。寝てるんだから静かにしないといけない。はい、おはようございます。もくもくむっちゃんです。起きたふりです。そうだ。いつもの言うのを忘れてましたね。ギリギリまで寝る予定だったのですが、現在8時でございます。で、なんでギリギリまで寝るつもりかっていうとね、出航がですね、夜なんですよ。夜出航して、次の日の朝までなんですね。寝とかないと眠いというね。はい、じゃあお風呂から帰ってきました。で、レンタカーがですね、12時からしか借りれないということで、それまではちょっと何かしておきます。はい、それではレンタカーを借りましたので、今から目的地の方に2時間半かけて向かっていきたいと思います。はい、というわけで南串山港へやってきました。今日はですね、こちら天陽丸さんへやってきました。で、今日はですね、天陽丸さんでイワシ巾着網の漁について行かせていただきたいと思います。本日ご紹介いたします天陽丸さんでは、長崎県の橘湾でカタクチイワシを取ったり、そのイワシを餌に育てたサバ、ニボサバの養殖をしたりと様々な漁業をしています。それらを商品に変え販売もしており、ご飯やお酒のお供にぴったりです。あと、漁網を使ったたわしを販売されるなど、エコな取り組みもしています。それから漁師体験や1年間限定で漁師として天陽丸さんで働くなんてこともできちゃいます。過酷なイメージの漁師ですが、天陽丸さんでは休みを大事にしており、年間休日はなんと100日、漁もあります。従業員の方を大切にされているのが伝わってきますね。そんな天陽丸さんの漁を見ていきましょう。レッツゴー。それで船のご紹介です。まずこちらがですね、網船といって、網をやる船ですね。で、こちら、運搬船が4隻ですね。で、こちらの、ライトがついた船がイワシをね、光で集める火船と呼ばれる船でございます。で、先ほどの運搬船にもこうやってライトがついている船もあって、火船も兼ねております。で、今日はこちらの港から8から9艘の船で出港してイワシを取りに行くというわけです。じゃあ6時まで待ちましょう。こちら天陽丸社長の竹下千代太さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しいですか？うまい。熊谷最高です。熊谷の弁当いただきました。あ、そうか。火船は早で出る。続々と人が集まってきました。はい、出港時間も近くなってきたということで、たくさんの従業員の方が集まってきました。そしたらば先に火船と呼ばれる、海を照らす船が出港していきます。先に出港して火を照らして魚を集めておきます。この方が網船の船長、僕と同じ29歳ですね。貫禄があります。女性の姿も見受けられました。はい、というわけで出港時間の夕方6時になりましたので、いよいよ出港していきたいと思います。それでは港からいよいよ離岸して
ポイントへ向かって船を走らせてもらいましょう。果たしてどのような素晴らしい漁の景色が見れるのでしょうか。それではポイントへ向かっていきます。ポイントへ向かう途中も従業員の方はこのように漁をやる準備をしていました。であれが言ったら岩っていうか重りの方で、それが網に連結しています。こちらのフロートがついているのがアバ側、一番上側ですね。そしてこれが網です。でっかいですね。でもう以前のイワシの、腐ったのが中に入ってて、ものすごい湯気というか匂いでした。なんか僕の網だったらクラゲが腐ったような匂いがします。でこちらが船内の様子、たくさんの機器類があるのが見受けられます。である程度走っていくとなんか青い光が見えますね。こちらは火船が火を焚いてお魚を集めている様子です。お魚っていうのがイワシですね。で緑とか青とかあって、緑とかが何て言うんでしょう、海の中に浸透してより魚を集めやすくします。でこちらの魚群探知機に今映ってるの、これ全部イワシです。ものすごい量ですね。水深は37メートル。僕の海じゃないんですけど、僕が漁する海とそこまで変わりません。それではいよいよ網をやっていきます。まずですね、裏漕ぎ船という船がやってきて、そちらにですね網の端を渡します。そしたら網やり開始です。これではちょっと僕黙りますね。はい、このようにですね網が出ていきます。でそれと同時に横にあるこの岩の部分ですね、輪っか、鉄の輪っかなんですけれども、あれが自動で出ていくようになっています。あそこにいたらとても危険です。で輪っかにはワイヤーが通っていて、そのワイヤーを最後に締めることで、袋といいますか、リング状になった網の袋の下側を締めてしっかりと魚を逃がさないようにできるというわけです。はい、それでは網がやり終わりました。やり終わりましたと同時にすぐにねワイヤーを締めて袋の底を締めていきます。早く締めないとねイワシが下から逃げてしまうそうで、ただ早く締めすぎてもその潮流の流れによってイワシが網の底からね出ていっちゃうらしくて、途中までは2本一気に上げていくんですけど、途中からはもう1本だけっていう感じになるそうです。でここでラジコンじゃないんですけど、ロボですね。光を照らすロボットを船長がねラジコンで操船して網の真ん中に持っていきます。網の真ん中に持っていくことによってイワシがね逃げないといいますか、他の網に持たれない、効果があります。であれが光って、そのうちするとですね火船は途中で別のポイントへ向かって先に火を照らしておくんですよ。そうすることによって、より効率的な漁ができるというわけですね。でこちら上がってきました。さっき上がってきてたのがもう岩の端っていうんですかね、リングの塊です。であれがね450メートルグリーって円を描いてたのをもう一気に下を締め上げたって感じですね。そしたらアバ側を上げていきます。一層巻きなので一層で1枚の網を全部巻いていくという形です。クレーンみたいなんでね上に吊り上げて上から下に下ろしていくんですね。もうねイワシが網にかかっているのが見受けられます。これもうまいことやっておかないと多分ねもっとたくさんの量のイワシがこの網についちゃって、途中で回収不可能な状態となります。で綺麗なイワシですね。カタクチイワシ、多分カタクチイワシ、イリコの原料となります。もうすごい、すごいですね。天から網が降ってくるようですこれで従業員の方々みんなで網を巻いていきます。そろそろと言いますか、しばらくしていると、こちら運搬船が横につけてきました。表ですね。表につけてしっかりと表でまず固定していきます。で運搬船の方もように網の網船の船の表に L 字になるようにつけていきます。でもうですねリングから途中外れてたんですよ、岩側で。あれを全部次の漁に備えてつけていきます。でこちらのロボ火を照らしてくれていますね。あれもうまいことね真ん中に操船しておいてイワシが網に当たらないようにします。太田くんが何かやってますね。何をやっているのか見ていきましょう。僕ね GoPro 落としたと思ったんですが GoPro を突っ込んでくれていました。ただですね思ったより真っ暗で
イワシがいる感じは見受けられます。さあ網もだいぶ小さくなってまいりました。でここでロボットはもう回収ですね。これがロボットです。これも多分かなりのお値段がすると思います。でようやく船が、平行になりました。平行になったところで横にね皆さんローラがついてて、それで一気に網を上げて網の空間を小さくしていってイワシを追い込めていきます。追い込めるというかね、最後に袋でイワシをすくいやすくするために小さく小さくまとめていきます。さあもうイワシがね網をこうこけてるのが分かりますね。転げ回ってる。さあそれでは本格的に網の残りが少なくなってきました。おっとここで玉の登場です。あれはですね多分なんですけど口が袋状になって、口というか網が袋状になってます。で大量のイワシが見えますね。でこちらの網を手前の方から向こうに入れてこうすくい上げる形で向こうでも引っ張り上げます。そうすると網の口に大量のイワシが入っているというわけです。うわすっげえ。いやすごいですね。大量のイワシをもうすくい上げてそれを袋に入れてそのまま漁槽、氷水がいっぱい入ったところに放り込んでいくと大量に入っております。めちゃくちゃ大量に見えるんですけど、実はこの1番目かなり少なかったみたいです。あまりイワシ以外の魚は見受けられません。タチウオがちょっと見受けられるぐらいです。で残りもしっかりとさらえていきます。さらえるって方言なのかなわからないですけど。で最後にですね横に繰り込んだ網を、船の後ろに持っていくために一度運搬船が引っ張って離していきます。こっちはどちらかというと網船が引っ張ってるのかな。網船が走って一度横のを出してそして後ろで回収。これで1番が終了です。これをねヨガ中やっていきます。大変です。はい、ここで技能上の途中ですが、皆さんの漁業理解を深めるためいつものホワイトボードを使って説明していきます。はい、じゃあまず1040さんのイワシ巾着網がどういうものかというとですね、火船と言われる船がこのライトを照らします。でライトは最近ね緑とか青とかいろんな色があるそうなんですが、緑がね結構浸透するらしくて、それによってこう海に散らばったイワシくんとかがですねこう光だっつってわーっつってこの火船の方に集まって大群となります。でこの集まったイワシの大群を網で囲って、一気にねごっそりすくい上げるのがイワシ巾着網ですね。で上から見るとこんな感じで火船にイワシの大群が集まってます。で裏漕ぎ船というものがあって、こちらに網船から、ちょっとね渡して持っててもらって、でこちらの網船がぐるーっと一周囲ってここでねつながって一つの、網になるという感じで一気に取っていきます。で岸和田の漁は2層だったと思うんですが、こちらは、1層で巻いていきます。で岸和田の漁と同じで下側にも、岩があってですねワイヤーですね、こちらを一気に先に締め上げます。で網の下側、口言ったらワイヤーですね、岩を締めるというのはどういうことかというと輪っかがあったと思うんですけど、輪っかにこう全部ワイヤーが通ってて、でこちらの口を船の表で締めることによってこれがだんだん小さくなって口が閉じてイワシがですね逃げられなくなるよと、一つの袋になるよということなんです。でこちらの口をまず締め上げると、分かりやすくすると網は多分こういう形になります。でイワシがもう逃げられなくなって、でなんですぐこの火船がね出ていかないかというと、このイワシたちが例えば光がなくなって散らばってこういうね壁面に激突していくと、もう動画見てもらえたら分かるんですけど、網の途中網がでかすぎてついたイワシの回収不可能です。漁獲量の
減少を抑えるためにいつまでもというかなるべく火舟はこの網の真ん中にいます。で網のこのお尻の部分を、全部上げてしまえばすぐさまねこの端から、網上げを開始していきますが、天王丸さんのところは一層巻きなのでこっちとこっち2つから巻いていくことはできなくて、こっちからね巻いていきます。でこれが輪っかがどんどん小さくなって小さくなっていくというやつですね。それで動画の途中でも出ましたが小さい、光を放つロボットのラジコンじゃないんですけどね、あえてここで分かりやすくラジコンと言わせていただきましょう。それがこの網の中に入って、真ん中で火を照らし出したら火舟はね脱出します。なんで早く脱出させたいかっていうと、早くね次の漁場にピューって行ってそこで火を焚いて照らしておくためですね。ちなみに網の長さは全長 450m で、こちらの裏漕ぎ舟って何なのかっていうと、ずっとですねこうやって向こうとかいろんな方向かわからないですけど漕いでこの網を鳴りを良くするというか、ちゃんと袋状にきちんとなるように、潰れないように、イワシが網にもたれないようにするために常に漕いでおきます。最初裏漕ぎ舟なんか僕必要なんかなと思ったんですけど、見ていて必要だなと思いました。プラスロボットがですねこの真ん中でも光を焚いておくから、なるべくね真ん中にイワシが寄ると、寄るように刺すって感じですね。でこちらの袋がだんだん小さくなってきたら、次に運搬船がですねこっちからピューってやってきて、ここにガシャンゴシャンってつけますと。でここでも持ってさらに裏漕ぎ舟もこうやって向こうかなんかに引っ張るんですよね。で2層の裏漕ぎ舟で引っ張って袋の状態をいい状態に保つと。で網舟があって表に運搬船がついて、で網がこうありますよね。で網舟のこっちケツぐらいからずっと巻いてるわけですから、次第に船はこうなっていきます。こっち網を巻いてこうなってこうです。で最終的にこうなります。ちなみにこれはアバですね。フロート、動画では黄色だったと思いますが、言ったらここから巻いていったので、どう言ったらいいんだろう、こうなってこうなってこうですね。で最終的にこの船をここまで寄せていって、でここで乗組員の人たちが、ここを手繰って、でこの空間をどんどん狭めて、これぐらいになって、で最終的にこちらの玉ですね、玉じゃないわ、失礼しましたこっちから袋状になったやつをピューって向こうに入れて、こちらの生けすにイワシをそのまま氷水の中に放り込むと、そういう感じになっております。で先ほどですね網の長さ 450m とお伝えしましたが、どうしてねこの火を中心に綺麗にこの網が巻けるかというと、例えば下手くそな人がやってピューってこうなったら網がここで終わりとかもねありえるわけなんですよ。でそれはもう船長さんの腕で巻くんですけれども、言ったらこことのこの距離ですよね。これをコンパスと見立てると綺麗に回れると、ここでも一定距離、例えばここでも一定距離の間隔にすれば綺麗な円が描けるよって感じです。綺麗くないですけどね僕のは。いや本当ねいろんな気づきがある量でした。それでは皆さん、今のを見てもう一度見返すもよし、このまま続きを見るもよし、どうぞ。はい、皆さんのイワシ巾着の知識がめきめきとついたところで2番目を見ていきましょう。2番目も同じように網を入れて、で網が入ったらすぐさまね岩で袋の底を引き締めて網を食って、で運搬船が船の横、網の横につけていきます。で両火ロボ、両の火のロボと書いて、あれでイワシを真ん中に集めて、で最終的にまた横でこうやってねイワシを上げていくというわけです。2番目の方が多いです。もう坂に上がってくるイワシの量の違いから見て分かりますね。で中にはめちゃくちゃ大きな鯛とかも見えました。それからタチウオですね。で2番目1番目よりかなりの量、タチウオとかも多いのがよくわかります。で鯛とかタチウオとかはもう先に揚げておくようですね。何かしら理由があるんだと思います。いやー2番目の袋はでかい、本当にすごいですね。ちなみにこの日の量なんですが、約ですね27トンものイワシを取ったそうでして、でもう1個の船団を天陽丸さん持ってまして、
合わせてですね38トンものイワシを取りました。で1日の水揚げが約390万円、約400万円といったところですね。ものすごい量です。いっぱいのイワシが入っております。でイワシって小さいイワシほどなんて言うんでしょう、空間なくこうギュッとできるもんで、あんまり多く見えなくても実はねかなりの量、重たさが入っております。それでは私は運搬船の方に乗り換えて港の方に帰っていきましょう。さあそれでは港へやってきました。港の方に接岸していきます。港に着きましたら船倉の蓋を開けて、でこちら対応見せてくれましたタチウオとかもいっぱいいますね。でこちらのホースをこのイワシの中、もうイワシの中ですね、これイワシの中に突っ込んでポンプで吸い上げていきます。じゃあ竹田さん、朝の6時までお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか、量的には。いや今日は久しぶりに結構まとまった量があって加工場いっぱいになりました。じゃあ大量ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。この後ですね取れたての、イワシを使って朝ごはんを食べさせてもらえるということで、いただきましょうすごいすごいじゃあいただきます。熱い。じゃあイワシでいただきました。めっちゃ美味しそう。はい、じゃあご飯も用意してくれてるのでご飯もついで、取れたて湯がきたてのイワシを米の上に乗せていきます。めっちゃうまそうです。で醤油を回しかけていただきます。もうめちゃくちゃねイワシのいい香りがします。もう口に入れた瞬間ね、めちゃくちゃ甘くてふんわりとしてて、ご飯とめっちゃ合います。うまいな。うまい。次はこちらにですね、煮干しを餌にして作った卵ですね。こちらも天陽丸さんでやって、こちら煮干サンバル、これもねちょっと加えてみたいと思います。卵を割ってで加えます。でかき混ぜて、色結構薄めの色になるんですね。で卵ご飯いただきます。めっちゃうまい。一瞬卵とイワシってあんま合わないかなと思ったんですけど、びっくりするぐらいで合いました。うまいです。じゃあちょっと味変に煮干サンバルを加えます。こちらの煮干サンバルをこちらに混ぜて、これで、いただきたいと思います。うまそうですね。めちゃくちゃまろやかな卵に甘いイワシ、ピリッとしてね煮干サンバルがあって三位一体で美味しいです。三位一体。双子や。うまそう。匂いがいいな。いただきます。これさっきの単体より断然こっちの方が好き。めっちゃ甘さが増すでな。そうやな。うまっ。はい、それでは小豆島の方に今から帰りたいと思います。いやー本当にね、取れたてのイワシの生のいりこ生のいりこですね。乾かす前のいりこのご飯美味しかったです。ありがとうございました。